今回は胸上げまで行きたいと思います。更新が遅くなっていてすみません。次回からは動画を刻んで頻度を上げようと思います。まず防腐剤注入の90角の角材で土台を組んでいきます。アンカーボルトの立ち上げをなるべく水平に調整します。ネジ山を傷つけないようにプラスチックハンマーで叩きます。今更ですが、ブロックに横筋という鉄筋を入れた方が強度が出たみたいです。参考にしていただける方は考慮してみてください。土台に直接ブロックが当たらないように基礎パッキンを敷いていきます。ブロックからの水分が木に伝わって腐らないようにする目的です。ボルトと隅へ90センチ間隔で置いていきます。よし、並べました。次に土台を現物合わせでカットしていきます。木材の合鍵部分がボルトの位置になるように毛がきます。アンカーボルトよりも数ミリ大きな切りで穴を開けます。下に当て木をして針がなるべく出ないようにします。インパクトドライバーしかないので仕方なく使ってますが、普通の打出のないドリルがいいですね。熱も持ちやすいし、ピットも壊れやすくなります。座金が入る大きさの穴を開けます。この作業でビットのシャフトが1本折れました。100ボルトの電動ドリルを1つ買おうかな。
こもプラスチックハンマーで叩き込みます。もちろんこの後夫はヘルニアの痛みで寝込みました。ぴったり。手締めで仮固定しておきます。腰が落ち着いた別日に引き続きカットした土台を設置していきます。土台の外側とブロックの外側を合わすように設計しています。アンカーボルトの位置が土台の中心に来るようにもう少し丁寧に測ってボルトを刺しておくべきでした。インパクトで本締めします。スプリングワッシャーが効いて揃ったところを目安にして少し強めに締めてます。綺麗にできました。次は壁作りのための 2x4 材をどんどんカットしていきます。455ミリ間隔で柱を入れていき、後の合板取り付け時に加工が少ないように壁を組んでいきます。このシャッターがつく位置のマグサを作るのに何度も寸法ミスをして大変でした。基本75ミリのコーススレッドで留めています。コーススレッドは釘に比べて先端荷重が弱く折れやすいと聞きますが、どうなんでしょう。こういう用途専用のコーススレッドってあるんですかね。
さあ、この後はようやく壁の立ち上げです。壁の立ち上げも夫の弟に手伝ってもらいます。とりあえず仮止めをしながらどんどん立ち上げていきます。これは絶対一人無理やね。立ち上げた後の寸法調整などいろいろありましたが、なんとかなりました。屋根はトラス構造で作りました。連続した三角形が複数あることで開口が広くても強度を出せるようです。このトラス作りが今回で一番大変でした。もう少し簡単なトラスでも良かったかもしれません。一応コーススレッドで留められるところは留めていきます。基本の接続はこのネイルプレートで行います。これがものすごく大変で、足りない部分からは合板で接続しました。プロの工場ではこれ専用のプレスの機械があるみたいですね。合板でも同じ作用があるので DIY では合板での接続がおすすめです。
よし、トラスの持ち上げは私も参戦します。低い位置での作業で思ったより軽かったのでヘルメットをしていませんが着用をおすすめします。慣れるまでは少し怖くて声がいっぱい出ちゃいました。煽り止めは 2x4 用のシンプソン金具を使いました。ここからは私も慣れてきて作業がスムーズになりました。こんな顔してたんだ。受け狙いではなく真面目です。ということで骨組みはすべて完成しました。次回はシャッターや扉の取り付けまでを行います。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録がまだの方は登録して次回をお待ちください。